史上最悪のコンサル案件って聞くとどんな想像する？何的外れなアドバイスしてでもフィーは何十億もらったっていうそういう話？いや今日話したいのはその逆で、的外れどころか死ぬほどいい仕事したのよ。どういうこと？アヘン由来の薬を爆売れさせたりとかアヘンで有罪判決下ってんのにその後12年間ケース続けたりとか、そんなことできるの？でその結果80万人以上の人が死んじゃって、マックス1日224人。なんかあなたがこのビデオを見終わる頃にはマッキンゼーのせいで6人人が死んでます。一体何が起きたらそうなるの？今日はその辺を全部解説していきたいんだけど、そもそも何が起きたのか、マッキンゼーが何をしたのか、我々が当時現場にいたらどういう風になっていたか、ベイン BCG ではどうなっているのかっていうのを全部元コンサルの我々が今日は解説していきますので、興味ある人は最後まで見ていってください。それでは行ってきましょう。いや実はこのストーリー、俺は最初本格的にコンサルになりたいって思った時に YouTube とか Google とかでマッキンゼーコンサルティングって検索してみたらめちゃくちゃ記事とかカバーされてて嫌なスタートだよ。最悪だなって思ったけど結果的にコンサルになったんだけど、コンサルの仕事って良くも悪くも社会的にね影響があるんだなって教えられた事件だったね。史上最悪のコンサル案件ってさ、その特に US とかだとよく言われてるけど、何がなんかやっぱこの特徴的かっていうと、やってること普通のコンサルケースなんだよね。やってる対象がちょっとなんか怪しいというか、なんか良くない結果をもたらすものだったっていうことと、なんかその上でちょっとその構造的にもなんか結構良くないことをやっていたっていうのが、であと規模感だよね。80万人が余波含めてだけど、80万人がそのコンサルケースで死ぬ人が本当に死んじゃってるっていうのは類を見ない規模感でのインパクトっていう意味でちょっと掘り下げていきたいんだけど、早速その定義によっては100万以上の本当にちょっと測れないぐらいの影響がある案件なんで、何の話かっていうのだけちょっと簡単に説明しておくと、パードゥファーマっていう、アメリカの超大手製薬会社が、新しいオキシコンティンっていう、アヘン系の鎮痛剤を発明しましたと。これが1996年なんだけど、それを頑張って伸ばそうぜと、売り上げ伸ばしたいですって言ってやってましたと。で、そこで途中からマッキンゼを入れるようになったんだけど、こいつその薬そのものが結構まずやばくて、変形なんだけど、合法なわけよ。ちゃんと使いますよって形でFDA やプルパルも降りてるんだけど、依存性が本当は高いんだけど、パードゥファーマはそれを隠しながらちょっと売っていこうぜみたいな感じになってた。その結果どんどんなんか売り上げも伸びてって、依存する人も増えていったと。っていうのがその事の発端と、そもそも登場人物なんだけど、なんかチャプター1的な話でいくと、そのマッキンゼが入ってきたからどんどんこうやばくなっていくっていうところでいくとマッキンゼは2004年にこのコンサルティングケースとして最初のケースが始まるわけ。それはそのオキシコンティンを伸ばしましょうというところで入ってくるんだけど、さっき言ったその依存性の話がここからもちょっとマッキンゼすでにこう倫理観大丈夫そうみたいなところが始まってて当初1% 以下の依存率ですっていうのを言ってて、でも蓋を開けてみると全然そんなことないわけよ。どこから 1% 出てきたのみたいな話でいくと、なんかそれっぽいやつをちょこっとこう持ってきて、なんかそれを全面的に押し出して、とにかく売れれば金になるからっつってやりまくってたら、96年からやったやつがバババババッと伸びて、2008年とか7年とかにはもう1ビリオン以上も売り上げが立っていたと。こういうのってその本当はやっちゃいけないことなんだけど、コンサルでよくやるようなそのクライアントのストーリーラインに当てはまるそうな、統計とかを、都合のいいやつだけ持ってきてでプッシュするって感じだよね。そうでもこれやっぱちょっといいことがあって、こんなこう良くないニュースの中に、アメリカちゃんと政府がこれあかんでと、パーデューに対してこんな嘘ついて薬売ったらあかんでと、依存症の人が増えるからっつって、ちゃんと見つかって6億ドル、今でいうと900億円ぐらいの罰金をパーデューにこう課したわけよ。そうだね。でその罰金の上に CIA っていうその Corporate Integrity Agreement っていうやつがあって、もう今これからはそのオキシコンティンの依存性とかをその危険性とかをこれからはちゃんとね危険性とかを言いながら売りなさいよっていう判決が下されたんだけど、いつも視聴ありがとうございます。みんなが見てくれてることはマジで俺らがこれを続けられる源泉になっております。みんなの期待をちょっとでも超えていける動画をこれからも出していきますので、こういう動画もっと見たいなと思ってくれている人は今のうちにいいねと登録お願いします。CIA っていうそのアメリカの政府がこうガイドラインもつけてちゃんとやりなさいって言われたら、すいませんがちゃんとやりますってなると思うじゃん。これやっぱ、頭のいい人たちにこういう悪いことさせると良くないなっていう典型的な例がここで起きてて、で何かっていうと、普通だったらごめんなさいちゃんとやりますってなると思うんだけど、ここでそのパーズーとマッキンゼーがどうしたかっていうと、
今のうちに売り上げをなるべく上げるだけ上げて、この会社ごと売っちゃって、もう私たちの責任じゃありませんって言って撤退する作戦にしようぜっていかにこの後も売り上げを伸ばすかっていうので、そのケースが続いて、さらに売り上げ伸ばしましょうって話になったわけ。その900億円のその罰金と有罪判決が下された後に、マッキンゼーはその有罪判決の後、撤退するところがそこから12年間一緒にパーデューと働き続けるんだよね。2007年から2019年まで。しかもこの期間が最も積極的だったわけ、そのクライアントのエンゲージメントが。で、それはロジカルに考えると、メイクセンスするのが、多分クライアントは今危機です。やばいです。で、マッキンゼーにどうにかしてくださいって頼んで、マッキンゼーは、クライアントファーストの精神で、いかにこのクライアントを助けるかっていう観点で多分やってたと思うんだけど、間違ってる案件をこうやって頑張っちゃうといけないんだよね。いや、本当にね。しかもなんか間違い方もさ、その桜家っていうのがそのファーマーのさ、オーナー一族なんだけど、そことすごいこう密にやってたらしいんだけど、いかにそこのファミリーに気に入られて利益を出すかっていうのがさ、こうもう彼の中のそのベイの顎でトゥルーノスになってくるわけじゃん。やっぱそれがどんどんなんかこうなんだろうね、社会との良さをねじ曲げてってる感じあるよね。実際なんかこの次のフェーズ行こうぜみたいになった時も有罪判決だったから、諦めてこのビジネスやめましょうっていうその撤退とかの話じゃなくて、売れるだけ売ってもうその部分売っちゃってその他の人の責任してお金儲けしましょうぜっていうので、売り上げもっと伸ばそうぜっていうのを次のそのグラニュラーグロースステージとか言って2008年から13年ぐらいまでやってる期間があるのよね。本当に資本主義のツルーノスだよね、これは。そうなんか本当にね。で実際どのぐらい密に連携したかというと、マッキンゼーのアソか BA か分かんないけど、それ現場に一緒に入ってて、ただリサーチでパワポを作ったわけじゃないんだよね。だから例えばそのコンサルがパーデューの営業マンと一緒に医者を訪問して、これ英語では ride along って言うんだけど、で売り込みをその場でコーチングした。でこれはもうどのぐらいのグラニュラリティでやってたかというと、当時このアメリカで社会的に、息子娘をそのオキシコンティンの OD で亡くした人たちのインタビューとか話題になってて、すごい世間のねオピニオンを気にしないといけなかったんだけど、それを医者も気にするわけじゃん。だからそういう場合でいかに患者がそのような気をせずに使えるように、その感情的なメッセージングも一緒に横に座ってこういう患者にはこう言いなさいとかをコーチングしてた。でしかもその上、ただコーチングじゃなくて、そもそもどのような医者をコーチングすれば一番売り上げが上がるのかを分析して、ちゃんと大量処方をする傾向がある医者のリストを作って、で営業マンにこの人たちから営業しなさい、コーチングしなさいと、ちゃんと徹底的なインプレメンテーションプランを作って、で一緒にインプレしていったっていう、めちゃくちゃいい仕事そうなんだよね。いい仕事しててさ、そのさっきの2008年からこの有罪判決下ってからの3年間ぐらいで、ちゃんと売り上げがオキシコンティンの1ビリオンから3ビリオンに3倍になってるらしいの。いや結果出してない。なんかその医者側もそうだし、そのお客さん側も結構いろいろやってて、その施策としてなんか一個結構やべえなと思ったのがいっぱいあるんだけど、節約カードっていうのをなんか作ったらしくて、要はいっぱいそのポイントカードだよね、そういっぱい使うとポイントもらって節約できますよっていうのを作ったらしいの。でそうしたらなんか90日以上服用する人が 60% 増えたらしいの。なるほど。で 60% 増えるっていうのは、その要は依存オーバードーズ過剰摂取して死んじゃう確率が30倍になるらしいの。単純にそうなるよね、それは。だから要はこれ1個のイニシアチブでなんか人が死ぬ確率を30倍に上げたと、売り上げも上がりましたというのを他にもいろんなことをこの時代からやってて、結構えぐいよねっていう話。あと一個なんかその感情の話でいくと、ここもなんかやっぱマーケティングもできるのか今金銭みたいなところでいくと、なんか結構そのオーバードーズがやっぱもうすごい問題になってきてましたと。でそのティーネイジャー、要はその10代の子供たちがオーバードーズで死んじゃってて、母親が結構ふざけんなみたいなこの抗議がこう世論としてあったらしいのよ。それに対してすごい痛みが辛い人たちをリクルートして、その人たちがさっき言ったみたいに、これは私たちに自由とその安らぎと安心を与えてくれるんだっていうマーケティングキャンペーンをやって、そのオーバードースの対抗するキャンペーンをやって、良いことであるみたいな広めまくったらしいのね。いや悪徳だな。本当さ、コンサル、個々のコンサルタントが本当にこの、薬品が悪いかどうか分かんないかもしれないじゃんっていう反論ができると、言えるかもしれないけど、
やこんなにさ有能なマーケティングキャンペーンとか全部この事業の理解度は結構深いんだよね。その上でこれ分かんなかったですっていうのが絶対これは成り立たないと思う。だからこれは本当に知ってた上で何が起こってるか完全に見えた状況でその上でやっていたことだと思う。でこれがその社会的このやっぱ80万人になった1個のこのファーストステージのここで起きてくることが2010年ぐらいにオキシンコティンがその手に入らないとか高いからもっと安いのねえのかっていうその依存症の人たちがどんどんそのこうディマンドが増えてきたわけで、その結果生まれたのがヘロイン。そうだね、でその2010年頃からヘロインに今度移っていろんな人がでその依存して死んできますと。そのヘロインは医薬品ではなくストリートで開発された。そうだからオキシコティンを入り口として、そのもっと安くて同じぐらいの効果があるやつねえのかって言って、その合法じゃないものにどんどんこう飛び火していったんだけど、オキシコティンがなければそんだけもう依存してる人いなかったからっていう。でこれがしばらく5年ぐらい続いてしっかり売り上げも何倍にもなってきましたと。で当時その2007年にこの有罪判決を下って、5、6年ぐらいその CIA って言ってCorporate Integrity Agreement でその政府の監視下の中でちゃんとこう正しくやりなさいよっていうのがずっとあったんだけど、それがようやくこうなくなったらしいの。でここからやばいその積極度がさらにこう増していってもっとなんか加速してえらいことになってくるんだけど、このプロジェクト名からやばいよね。やばいプロジェクトターボチャージしちゃダメなんだよチャージ、ネーミングセンスエグすぎだろこれ、ね、でターボチャージなんか何やったか、これもなんかいっぱいあるんだけど、個人的に結構なんかえぐいなと思ったのが今まで通りこう売り上げ伸ばしていきましょうみたいなのがあって、でそのうちの一つとして今までその医師の処方箋でしか出せなかったものをもっと簡単に手に入れられるようにしようぜっつって、そのセールスチャンネル増やしましょうっていうね、そのコンサル的には正しいんだけどまた間違ってる系のやつでオンラインとかで買えるようにしましょうみたいな、通信販売できるようにしましょうっていうのと、あとその薬局、アメリカでいうとその CVS とかの薬局にも卸し始めて、積極的に売ってくださいと。で俺が面白いなと思ったの CVS の話なんだけど、CVS が要はそのもういっぱい人が死んでる薬を置きたくないですみたいなこうあったらしいの。で結局この人の命に値段をつけるっていうことをマッキンゼがしだして、でどういうことをしたかっていうと、2019年に CVS の顧客で2484人が過剰摂取または依存症をしましたと。それを大体計算するとこれぐらい払っても我々は得するしあなたも損しないでしょっていうので1人1件あたり200万円ぐらい払いますよと。で合計でその CVS に依存症になるのを売る代わりに合計で、ね、55億円払うんでこれ売り続けてもらえませんかねっていうのを持ちかけて人死ぬけどこれ売ってくれっていうのをこう数字を本当に付け出したと。CBS 断ったらしいんだけどいらねえそんな金っつってただそっちの方がやっぱ正しいなって感じなんだけど、っていうのもやり始めてたと。こういう内容ってさ、なんかケース面接やるとき数字だけで考えるとこういうレコメンデーションになりますけど、そのまま言っちゃうと多分合格しないんだよね、落ちちゃうこういうキーリスクがありますので多分倫理的にはこうやっちゃいけないから多分こういう違う方向にやるべきですよねっていう面接ではそう言わないと多分ダメになると思うので、実際それをやってるのが面白いよね、いやオピオイドケース面接出てきたらさすごいトラップすぎないいやさすがにそれコンサル志望だったらそれぐらいのねなんだろう、逆にリトマステストなんじゃない、こいつ採用したらやばいやつになるのかっていう未来の悪魔になるのかみたいな。確かにね。でもそれなんか悪魔になったのが採用なのか不採用なのかよく分かんない時代とオフィスによって違ってきちゃうそこでもうファームフィットが見えるからね俺 BCG 落ちたけどマッキンゼ受かっちゃったんだよね、やべえなそれは。で有罪判決から有罪判決の上にもっと売りましょうっていうケースをやってたっていう今までの話だったんだけど、さらにねマッキンゼはやばいことしてて、なんか二重スパイみたいな明らかにそのコンフリクト・オブ・イントレストのある案件をやってて、これはどういうことかというと、アメリカの FDA、日本でいうとその厚労省、その薬物の安全性を規制する機関なんだけど、その製薬会社とは独立していないといけないんだよね。でもマッキンゼは当時パーデューにアドバイスする同時に FDA にもアドバイスしたわけ、でしかもマッキンゼが両方アドバイスしたわけじゃなくて、同じ人間たちが FDA とパーデューにアドバイスしたわけ。チャイニーズウォールはどこにってこといやもう存在しないよね
だからこれはどうやってインターナルコンプライアンスを通過したのか分かんないんだけど、ないのかな。なんかベインとかだとさ、なんか俺がいた頃のケースとかでもなんか同時に同じ業界の、ちょっとコンフリクト・オブ・イントレストがあるケースが2個同時に走ったのよ、それはでも本当にちゃんとそのオフィスの端と端の部屋を貸し切って、資料も持ち出すな、仲良くてもそいつらと話すなっていうのをちゃんと設定してたのよ。それが普通だよな。そうだからどうやってこれが起きたのか俺もちょっと想像ができないんだけど22人でしょ、しかも確か、22人が同時に両方のケース進んだらしくて意味わかんないわざとだしか思えないのよね、なぜかの理由で。具体的に彼らが FDA と例えば何をやったかというと、このオキシコンティンのセールスが順調に成長してます。でも大人だけだと足りないので、その子供たちに対するオキシコンティンの安全性主張のスクリプトまで書いてて、それをその FDA に子供に麻薬を処方させる台本をこれは大丈夫ですよっていう説得しようとする努力をしてたっていうのが、しかもそれを FDA に利益相反してるっていう状況を説明してなかった。当たり前かもしれないけど、それはいや本当は契約上言わないといけないんでね。あ、そうなんだ。そう普通はこいつらもやってますよみたいな、ただそのチーム分けてますよって多分普通契約書に入るんだと思う。もう間違えてることはありすぎたよね。俺もちょっとね混乱してきたわしかも逆にマッキンゼーはパーデューにケースって定期的にリニューアルしないといけないじゃん、新しいケースをスコーピングして売らないといけないのに、そのセリングデックに FDA との5年以上の実績に基づく能力みたいなのをデッキの中に赤裸々に書いてて、堂々と、このコンフリクトイントレストをアピールしてたっていうのが、明らかになって再販中に。でもついにそのマッキンゼーもやべえなとなった時が来たんですよ、ちゃんとその政府側がなんかおかしいぞおかしいぞっつって調査しますってなって、でここでもうもういよいよダメだろってなってきたのがだって当時のシニアパートナーね、がこのやばいかもしれないって言ってサーム内の E メールに家に帰ったら昔のファイルちゃんと消すようにっていうリマインダー E メールを自分に送ってたらしくて、マジか犯罪だろそれ。そうだから証拠隠滅ゴリゴリやろうとしてたみたいな、E メールの書き方がさ、結構ちょっと全種類とメールの消去以外に何かすべきことがあるか確認した方がいいかもしれないっていう、だから全書類消去がデフォルトで他にもっとやることないかねっていうミーシーネスのチェックをしてんのよ。結構だからデフォルトコードがそれっていうのはその倫理的なところでいくともうえらいこっちゃだよね。これは絶対ケースが終わって内容を、消すっていうのは全然スタンダードプロシージャーではない。でも多分普通のコンサルケースでも要は超大事なもの以外はさ一定期間やったらアーカイブに残して他のやつは捨てるじゃん、そこまでは普通なんだけど、多分ケース実行中にやばそうだからっつって送ってるやつだからもうね証拠隠滅ってこれも完全な犯罪ですよね、明らかに証拠隠滅っていつもこういうさこのビジネス事件でよく裁判のプロセスでこういう証拠って取り上げられるじゃん。これをバカみたいにメールで書き出すとってどういう考えがあるかよく分かんないんだよねちゃんと消そうとして後でフォレンジックが再生させたらしいんだけど、そういうことね。I think he deleted the email, but forensic were able to just recover it somehow. これはシニアパートナーのデジタルリテラシーが足りない。CSI をちゃんと見てないからもうちょっとね余暇に時間を過ごした方がよかった。ネットフリックスちょっと皆さんに。今回動画で話しきれなかった内容も盛りだくさんのフルレポートを今回配っているので、興味ある人は概要欄にあるリンクからアクセスしてみてください。お願いします。個人的に全体のストーリーの中でやばいエピソードいっぱいあるんだけど、この組織ぐるみやんっていうもう一個ポイントがあって、マッキンゼって自分でファンド持ってるらしいの、ヘッジファンドで、その従業員とか、元従業員のお金を集めて、運用して、後で返しますよみたいなやってるらしいのね。でだからいろんなこの企業のさ、株を持って売買してるわけよ。でこのオピオイド事件があるこの最中のポートフォリオを見てみると、その薬物摂取しすぎた人のためのそのリカバリー薬を作ってる会社とか過剰摂取してそのリカバリーしたいリカバリー施設なんだっけリハビリリハビリ施設の運営してる会社とかにめっちゃ投資してたらしいの。だからそのバリューチェーンとしていっぱい売って依存させるのを治す薬を買わせる、でそれでも足んなかったらリハビリに送るってこのバリューチェーンを全て、もうスライドが頭の中でも描ける
そうっていうのをやってたらしくて、なんか US のこう記事で人間の悲惨な垂直統合っていうタイトルが付けられたらしいんだけど、まあ、結局ね、この一連の事件があって、マッキンゼーが米国政府に1000億円相当の罰金を払うことによって、まあ、和解としていう結論だったんだけど、すごい納得いかないのが、サックラー系もパーデューの経営陣もマッキンゼーの中で、まあ、たった一人だけ指定刑務所に行って、しかもその E メールを消せっていう命令を出したパートナーだけ司法妨害罪として半年ぐらいの懲役の刑を下された。マッキンゼー、まあ、よくコンサルにある我々はアドバイザリーしてただけなんですって話があるとはいうもののよ、結局そのアドバイザリービジネスにおいてもこの後マッキンゼーってその例えば製薬会社とやっちゃダメですよとか、ガバメントとか FDA とやっちゃダメですよってそういうのも何もなかったのよね。そうだね。ルールとして。だからもう好きなだけやって、まあ、80万人ぐらいの依存と死亡者を出し、もう知らぬ顔で一人生贄に出して半年間だけやって、しかもその嘆願書39人をなんか他のマッキンゼーリーダーが実はこいつはすごいいいやつなんだみたいなのをなんかみんな書いて、でそのもともと休憩1年だったらしいの、それをでも半年少なくされたのそのマッキンゼーの他のパートナーたちが実はいいやつだからまあ見逃しちゃってくれよみたいなことをやったらしいの。いや恥知らずも程があるよこれは。でこの事件が終わった後、メッキンゼーの公式声明は We deeply regret that we did not adequately acknowledge the epidemic unfolding in our communities って言って終わったんだけど、adequately acknowledge ってちゃんと認識してませんでしたって残念でした12年間やっといてもちろんコンサルってクライアントが要求するものに対してでちゃんとやる、で合法かどうかだけ考えて合法な範囲では やればいいのかっていうそういう簡単な考え方もあると思うんだけど、結果的にマッキンゼーの仕事によって100万人近く死んだわけなんだよね。我々がやってた仕事ってたまにそういう結果が出るかもしれないっていう話になるんだけど、実際俺もドバイオフィスにトランスファーしてで BCG もマッキンゼーもそうなんだけど BCG 結構そのサウジ政府関連の案件をいっぱいしてて、ほぼそのオフィスのレベニューの8割以上が政府案件になってると。でそのジャマルカショギとかいろんな事件があったじゃん。で結構そのコンサルティングファームがこういういわゆる独裁政権と一緒に仕事するのって大丈夫なのかっていうのがよく周りから僕も実際言われてた話なんだけど、でも大半のケースの内容って別にそんな悪徳な内容じゃないんだよね。でも僕も一応、当時若かったしちょっとした疑問もあって当時のプリンシパルに、これどう思いますかって聞いたんだけど、例えとして合ってるかどうか分かんないけどヒトラーの、靴紐を作った工場主ってそれって戦犯なのかっていう質問を反問されて、多分靴紐だったら大丈夫なのかなって思ったんだけど、ここは結構その倫理的にグレーなゾーンではあるかな。境界線むずいよねっていうのはなんか自分がじゃあこのスタッフィングされてたらどうなってたかっていうのを想像してみるとさ、ケースオブジェクティブに対しては正しいことやってるわけよ、この会社のこの製品の売り上げを上げる方法を考えよう、で俺はもうなんかやってることはなんかやってることは普通なわけよね、で例えばなんか俺入ってないケースだけどなんかある会社のそのプロキュアメントで実際にその仕入れをもっと良くするために、実際のそれこそ同じようにその実際の商談現場まで行ってでその商談スクリプトを書いて一緒に助言してあげて、でいいベンダーを選べる安く仕入れることできるようにしましょうみたいな、ちょっと違うけど似たようなケースやってるわけよ、ってなった時にじゃあどうなったらこれがいやいやちゃうやろってなるのかっていうのはいくつかポイントあると思うんだけど結構難しいなと思うところもあるんだよね。パッと分かんないで、いくつかある中でベインだったらっていう話でいくと1個トゥルーノースっていうのがベインだと1個あるでお客さんの本当にためになりますかっていうのがね考えましょうっていうのがトゥルーノースのこの概念なんだけど、結果的にね1000億円の罰金を払ってるわけですよ。でその間に彼らがもらってる報酬ってパードゥから140億円で FDA から200億円ぐらいですと。だから売上としては全部で400億円弱ぐらいで1000億円払ってますと。これエコノミカル今損してますよねって話と、あとソーシャリーもう
とんでもない損をしてるわけじゃん。ってことを考えた時に、短期的じゃなくて本当にこれいいんですかっていうのを、誰かが問うっていうのはなんか想像できるの。もしくはその身の回りにそのオーバードースで死んじゃった人がいるからこんなものを売るケースなんか嫌だっていう、なんかその個人的エクスペリエンスが来るっていうのはあるけど、構造的にはやっぱすごい起きうるケース単体として見たときには、この目的に対してやりましょうっていうのはなんかコンプライアンスのやっぱチェックポイントがないと通っちゃうっていうのはなんかこれはちょっと異次元ケースではあるけど、起きたことそのものはなんか100% のサプライズではないっていうのもちょっと正直なところだよね。あとはこの例はそのオキシコンティンの例はさすがにね悪徳すぎてちょっと違うんだけど、結構社会的な影響ってまだちゃんと分かってない、ディベートできる範囲だと思われる場合もあって、それだったらクライアントがやりたいことをちゃんとやれるようにするのがそのコンサルの役割なのではないかと自分に言い聞かせて、で、クライアントパートナーから、ね、アナリストまで頑張るのが多分コンサルのデフォルトモードだと思うんだよね。実際個々のアソシエイトがこの仕事は倫理的にいいのかっていう考える時間も余裕もないしさ、ただ自分はいつマッキンゼーを辞めるか BCG 辞めるかぐらいのかで次のレビューサイクルにいかにいい点数取るかしか考えてないからさ、そこまでの、責任感を下の人に要求されるのは無理だと思う。そうね。だから実際ね他のBCG でもその中東の話とかもあるし、ベインでも南アフリカの話とかあるし、まだ実際他のところでも起きてるんだよね。どのコンサルティングファームも一定量のこのやらかしはしているっていうのは確かに存在している事実でもある。でも一方で俺スタッフィングでもいつもこういう倫理的な観点でスタッフィングを拒否する権限はあった。でもなんかこれはちょっと私の価値観と合わないですって言ったら、ね、全然スタッフィングされないのでしたくなかったら全然、ね、やんなくてもいいのも事実なんで、そこまで完全に責任回避はできないと思うかな。でもただこの件に関してはやっぱその外部のね介入がいっぱいあったわけじゃん。2007年にそもそも有罪だし、でその後もなんか本当にやり続けていいんですかっていうのを世の中で人が死んでって、そのニュースになってるわけです。少なくともでオーバードースになってますよと、でヘロイン出てきてますよと、でその進化してさらにフェンタノーが出てきて、またなんかサンフランシスコとかフィラデルフィアでなんか歩くゾンビの人が出てきてますよと、全部自分の会社のせいだって分かってるわけじゃん。そこがでも12年やり続けている中で一度もこの話題に上ってならなかったっていうのはなんかそのコンプライアンスのこの内部構造の問題ではある気するけどね。こういうビジネスの裏側の話もっと聞きたい人はコメント欄に教えてください。前回の動画でなぜ企業はコンサルに月1億円払うのかっていう動画も上げてますのでぜひ見てください。それではまた。